はい、皆さんこんにちは。リターンダイダー63です。今日もいい天気ですね。なんかちょっとひんやりしますけどね、日が出てるところはちょっと暖かいかなっていう感じしますけど、今日はですね、走りながらバイクの性能と動かし方っていうのかな、アクセルとクラッチの関係みたいなのをちょっとお話ししたいと思います。バイクってこのクラッチがあってアクセルがありますよね。だからこのアクセルとクラッチの関係って非常に大切なんですよね。で、発進するときもクラッチを適度にランクラッチの状態につなげて、そしてアクセルを浮かしながら加速していって、クラッチを半クラッチから安全につなげていく、そういう、行動をしてバイクを走らせていくわけですけど、このバイクの性能っていうとついついこのなんですかね、パワーですかね、最高出力っていう方を、皆さんよく見てしまうと思うんですけども、一番私は大事なのはトルクだと思うんですよ。トルクって分かりますかね。皆さん持ってるバイクの性能、書元っていうんですかねを見ると、最高出力と合わせてトルクというのが載ってます。この BMW の R1250RS のトルクは143ニュートンメーターなんですね。最高トルクがですね。数字を見るとみたいな、確かこの143ニュートンメーターってどういうものなのっていう感じがしないですか。要はね、力なんですよ。力をどれだけ発揮できるかっていう話なんですよね。この力は、バイクにとって何が大事かっていうと、パワー、最高出力っていうのも力ですけど、トルクっていうのはバイクを前に動かしていく、そういう力なんですよ。ですのでこのトルクをいかにうまく活用しながらクラッチをつなげてアクセルでパワーをつないでいくかっていうのがバイクを走る上で非常に肝になります。これが分かってるか分かってないかでだいぶ違うと思うんですよ、バイクの乗り方も。ですので後ほど、実験じゃないけどね、ちょっとしたことをやりますから参考にしてみてください。よろしくお願いします。ですので皆さんもちょっと後で私が実験的にやることをご自身のバイクでですね、もう簡単にできる話ですからやってみてください。そうするとなんとなくハンクラッチでつなげていく感覚みたいのが分かってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。私の妻もまだですねレベル1100に乗って1ヶ月ぐらいしか経っておりませんので、クラッチとアクセルの関係が今一つうまく分かってない感じなんですよ。ですから発進時に、やたらとエンジンがブワーンって大きな響きを上げてしまう。あれはやっぱりね、クラッチとアクセルの関係がうまくいってないので、クラッチが完全にちゃんとつながらない状態でアクセルを吹かしてしまってるみたいないうところもありますので、そういったことがないようにですね、特に初心者の方ね、これからやることをちょっと参考にしていただきたいなっていうふうに思います。今日は一人なんで今度妻にもちょっとやらせてみようかなと思ってます。そうそう、トルクっていうのはちょっ
っと分かってくるのかなと思いますので、よろしくお願いします。ちょっといつもの場所でここでね、やってみましょうかね。いつもの場所実験する場所みたいになっちゃってね、ここね。車の通りが少ないんでね、これやってみようと思います。それでは実験をしていきたいと思います。先ほど申し上げたように、このバイクは、トルク 142Nm、排気量が 1250cc、最高出力はね132だったかな、だったと思うんですけど、アクセル一切触りません。ローギアに入れて、ギアね、ローギア入れました。数字で1、ゆっくりとつなげていきます。アイドリングの状態で少しずつじわっと。バイクはどうなっているか、動いていきました。前にほら、少しずつ。私何もしてないでしょ。掴んでますよ。ほらほら、動いてますよ。わかります？これがね、トルクなんですよ。トルクの力で前に行ってる。で、排気量が大きくなればなるほど、このトルクは低速域で大きくなるんですよ。で、排気量が小さい250とか、そうだね、125とか 200cc とかありますけども、そういった排気量が小さいのはトルクも当然低いですが、最高トルクっていうのは高回転域で出るので、だから高い回転域に持っていかないと力強さが出ない。ですからリッターバイクっていうのは大体低速域でトルクが大きく発揮するバイクが多いので、今みたいにですから、もう一回いきますよ。一速クラッチ切ってます。手をここに置きます。少しずつつなげていく。ほら動いてきた。もうすぐ、ほらほら、バイク動いてる。ほらほら、動いてるね。これなんですよ、トルク。ですので、一度試しやってみてください。こういうね、なんとかな、自分のバイクの感じをつかむには非常にいい練習になりますよ。クラッチがこうつながる瞬間っていうのがよーくわかると思うんですよ。多分ね、初心者の人は発進する時のクラッチをつなげる半クラッチの状態になる瞬間っていうのがあんまりよくわからないまま多分つながっちゃってると思うんですよね。それを今のような練習をすると、あ、こういう状態になるとバイクが前に行くんだっていうのが分かってくると思うんですよ。だそれをぜひね、体験してもらいたいなと思うんですよ。バイクはただ速く走るだけのものではないのでね、じっくりと今みたいな低速の感覚っていうのは本来このバイクで持ってるこう動きには欠かせないものなんですよね。ですからそういったものをですね、どうかおそらく今まで確認したことないと思うんですね、皆さんね。自分のバイクで、ベテランの方になるとね、確認っていうかそういうことやってるのかな。ぜひ試してみてくださいね。そうするとね、普通に走ってる時もトルクを感じながら、今バイク力出してるなみたいな感じになって、ちょっとね走り方が変わると思うんですよね。ハンクラッチとアクセルワークの関係が変わってくると思うんですよ。
ちょっとしたことなんですけどね、挑戦してみてください。先日妻のレベルに乗っていろいろと感じたことをお伝えしたんですけども、妻がね走りながらビヤーンと、特にスタートの瞬間ねなんかすごい音を立てるっていう、あれやっぱりねクラッチとアクセルの関係がうまくこう、分かってないというかね、できていないので、今みたいなことを妻にもねやってもらおうかなと思ってます。おそらく最初はね何回も演奏すると思うんだね。それではねもう一回やってみますよ。今のねおさらい、アイドリング状態、アクセル持ちません、ね、今ニュートラルです。クラッチを握ってローギア入れました。即ここでこう左手のクラッチをじわっとつなげていくだけ。そうすると少しずつも動き出すんだな、バイクはな。アイドリングでほらね、ほら時速1キロね、もうほらこれですよ、これね。この練習をねするとクラッチワークっていうのかな、アクセルとこのクラッチの関係がよく分かってくると思います。リッターバイクになるとそんなねパワーいらないんですよ。だからアクセルグーなんて開ける、こうギューなんてね、こんなにアクセルを絞るって回すことはねまずないですよ。ほんとちょっとですよ、ちょっとほらちょっとでちょっとだけでも2000回転ぐらいすぐいっちゃう、このバイクだとね。クラッチのハンクラッチをこのトルクを使ってうまくバイクを前に押し進めるための感覚を今のやり方でねちょっと養ってみていただけますかね。特に初心者の皆さんですね、これを何回かやって得得してくるとクラッチ操作がねよりスムーズになってね、例えば発進演奏とか、そういったものがね起きなくなると思いますし、発進時にうちの妻のようにギアが抜けたりねしてあーってね、大きなエンジンを立てることも多分おそらくなくなるのではないかなっていうふうに思ってますんで、ぜひ一つの練習方法として今日はお伝えをさせていただきました。また気がついたことがあれば、いろんなことをお伝えしていきたいと思います。どうかバイクをね楽しく乗ってください。リターンライダー63でした。本日はこれでお別れしたいと思います。それでは皆さんご安全に。